こんにちは、虎の本音、ジャパンニュースチャンネルです。今回の話題のニュースはこちらになります。その前にぜひチャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。本日の話題はこちらです。小室圭さんが失業なら、切羽詰まった眞子さんの帰国はあるのか。ビザの執行で、小室圭さんと眞子さんが日本に帰国することはないだろうと前回書いたが、このビザの問題に加えて、もう一つの帰国説が流れている。小室さんが2度目の司法試験に失敗したせいで、勤務先の法律事務所を解雇される可能性があるというのだ。そうなると暮らし向きに見通しが立たなくなって帰国せざるを得ないのではないかと。だが、これもありえない。仮に切羽詰まって日本に帰国したとする。帰国して何をどうするのだろう。ニューヨークに渡航する前に、これまで批判してきたマスコミに対して、下世話な言葉で言えば、啖呵を切って日本を離れたのだ。当然、帰国すればそんな眞子さん夫婦を追っかけるはず。特別な人。とはいえ、今度は一般人だから、内親王の時のような警備はできないはずである。日本を離れる前、一時滞在したようなマンションを借りたとする。もし24時間張り込むマスコミがあれば、家を一歩も出られなくなってしまうだろう。UBEREATS を頼む。まさか、仕事をするのも大変だ。例えば、眞子さんが結婚する前まで働いていたところに、東京大学総合研究博物館がある。ここでの眞子さんは特任研究員という肩書きであったが、勤務するのは週3日ほどだった。それでも秋篠宮邸から通勤する際には警備がつくから、マスコミを気にすることもなかった。しかし帰国すれば、警備がつかないか、ついても少人数だ。尾行されるなど嫌な思いをしても追い払うこともできないだろう。行きたいところへ自由に行けないことになって不自由さは違うが、内親王だった時よりもさらに不自由になるかもしれない。監視されない生活をしようと思えば、かつて住んでいた赤坂御用地内の実家に戻ることだが、これが難しいのである。皇籍を離れた人は皇室用財産である皇居や宮家には住めないと言われている。ただ、実は住んだ前例はある。昭和天皇の王女、大宮和子さんである。と言ってもご存知の方は少ないだろう。1950年にご設家だった高塚坂の長男、高塚佐平徹氏に嫁いだものの、66年に平徹氏が事故死し、その2年後には強盗に襲われて、手に怪我をするなど不幸が重なったため、昭和天皇のご意向によって赤坂御用邸で一人暮らしをしていた。半世紀も前のことだが、こういう前例があれば、眞子さんが実家に戻ることも決して不可能ではない。ただし、眞子さんの場合は小室さんがいることや、赤坂御用地に戻らなければならない。逼迫した事情はないから、天皇がこれを認めることはありえない。とすれば、やはりマンション、借りるか買うかして住むしかない。眞子さんは美術が好きだと言われるから、国立新美術館や国立西洋美術館に、学芸員として就職することも考えられるが、内親王の時のように警備もなく、マスコミに監視されながら、果たしてどこまで続けられるだろうか。これは小室さんも同じである。その上、もし日本で弁護士になるつもりなら、アメリカの法律は役に立たないから、改めて日本の法律を学ぶしかない。そうなると、たとえ弁護士になれたとしても、さらに先の話になる。こうして考えると、眞子さんも小室さんも、今の日本には居場所がないということは明らかだ。そもそも眞子さんが小室さんに、海外に拠点を作ってほしい、と頼んだ時点で、日本に居場所がなくなることを覚悟していたのではないか。今いるニューヨークでは、眞子さんの新しい人生がすでに始まっている。それを捨てて何もない日本に戻る選択肢なんて、眞子さんにはないはずである。最大の問題は、公金による援助があるかどうかです。援助がある場合、住居費、警備費、警察庁から派遣されているという方々の人件費等々、在米期間中、どれだけの税金が使われてしまうのか、永住することになってしまったら、何十年も払い続けなければならないのか。さらには、例えば、家賃以外にさらに、年間数億円以上は必要だろうと、報道されている自宅の警備費。これを、いつまで領事館の外交機密費から、捻出し続けられるものか。またどのタイミングで、それに一定の期限を切るつもりか。長期間であれば、さらに巨額になってしまいます。大多数の国民が問題にしているのは、外交機密費等から、報道によると、ニューヨーク生活のために、
概算8億円の警備費がかかっていること、日本にいれば必要ない税金からの出費、30年いれば数百億円。日本はこれから、小麦等の値上がりにより、秋以降、生命維持に必要な食費、光熱用水費にも困る人が多発する。今の生活保護費では生きていけなくる人が多発する。防衛費、コロナ対策、ウクライナ支援、困窮者支援、いくら税金を徴収、国債を発行しても足りない。曲がりなりにも弁護士という箔をつけたいだけの勝手なことをしている特権階級者2名に税金を使う余裕などないのでは。7月で諦めて警備費のかからない日本に戻ってくればいい。日本の司法試験を何十回受けても大多数の国民には関係ない不明瞭な血税の使い方の問題。この2人に関しては何でもありだから一般人の常識が通じない。2人のわがままは全てロイヤルパワーで叶えられる。それが通用しなかったのが米国の司法試験とビザ問題だけが小さな穴をこじ開けて抜けようとサポートチームが何とかしようとしてるみたいだけど、小室圭さんも眞子さんも能力が足りない。弁護士事務所やメットで何かをしてる感を出して肩書き作るのが精一杯でしかないようだ。今は無理でもそのうち叶えられるんじゃないのかなとは思うけど、この2人も含めて超炎上中の三宅がいつまで持つんだろう。おとなしく日本に帰った方が今のニューヨーク生活より税金の無駄はなくなるので、そろそろ諦めて帰ってきてほしい。2人がニューヨークにいる限り月7000万以上税金が使われるわけで、それだけで2人は説明の必要があると思う。一般人だからって金額ではない。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。